はいたい、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線でコメントさせていただきます。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲーサビラ。はいたーい。さあクリスタルさん、沖縄の伝統工芸、これまでもねたくさん見てきたんですけれども、まだ見てないのがあります。たくさんあります。そりゃそうでしょ、沖縄県はね、もう国指定の伝統工芸品が16品目もあるし、全国第3位だからね。Okinawa's unique traditional culture is the result of active trading ties with mainland Japan, China, and East Asia between the 14th and 16th centuries, which is a really long time ago, like way before smartphones and TikTok. Crafts in Okinawa are characterized by their variety and diversity, so kind of a woke movement by the craftsmen. The Okinawa Craft Industry Promotion Center, or Koge no Mori, has three main roles that are the promotion of information regarding Okinawan craft, assistance to craftspeople and professionals in the craft industry, providing interaction between craftspeople and the public. So this all sounds unbearably serious, but don't worry, it's a lot of fun and a very interesting place where you can enjoy many activities. いいね、早速行きましょう。せーの、Let's go やー。今日は沖縄の工芸についてより深く学べる施設ということですね。私も一度行ったことがあるんですよね。すごく見応えのある施設なので、ぜひ皆さんご覧ください。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは沖縄工芸の森ということなんですけれども、どういった施設になりますか？はい、沖縄工芸の森はですね、沖縄にはたくさんの工芸品があるんですけれども、その工芸品を見て触れて体験できる、そういう場所でございます。あまりにもね、沖縄のそういう工芸品が多くて、まだまだ見てないものがいっぱいあるって思ったんですけども、ここに来ればもう一気に全部見れるから。そうですね。タッチパネルの方で、沖縄の工芸品の方を見てみましょう。あ、ぜひ。なんか各種類がここでちょっと見られるんですね。触ってみてください。In English is written on the bottom too. Oh yeah, there is English here, so anyone can understand. こちらからは染め物と織物ですね。染め物、that's what we will kind of try to discover today. いろいろ回ってみたいと思います。はい。いや、なんか工房さんがあったり、またこういうね、わかりやすいパネルがあって、各ね、伝統工芸のこちら織物。We did this in ハイバル。Yes、ハイバル。こうやってね、この糸の元になるものとかも見えたりとか。Shows you each step of the process of how it looks like until they make it into thread. 絹糸とかね、いろいろあって。あ、前時話してた柄、琉球のなんか600以上あるって言ってた。こっち陶芸、pottery, and then the glass、琉球ガラス、ガラス村ね、ちょっと前行きましたね。そしてこちら、瓶型。Traditional Okinawan dyeing, that is used also in 琉装。こちらも道具もありますね。So this is the exhibition room. 展示室。おしゃれ。Are these the silkworm cocoons? I think it's cocoon. It's mayu. Yeah, it's called mayu in Japanese. It's very beautiful. Yeah. There's so many different types of craft here. Craft art. That's Tsuboyaki. Yes. Again, from Naha.
All the different patterns. different patterns and like you can see the seesaw、今度これはしっかりとどこかで紹介したいと思ってるんですけど、この琉球漆器 Yeah, lacquerware. lacquerware, yeah. And this is the one of the dyeing technique that we will see today, the 紅型。もうこの紅型はやはり有名な沖縄の染め物の技術の一つなんですけれども、もう一つみたいのは藍染め、青い色に染まる。It's called 都城風。こちら都城風という名前の。My favorite color is blue. Yeah, and this one is one of the most famous 藍染め。 So dark. これはねすごく貴重な技術で、とても高いものではあるんですけれども、高級なものです本当に。じゃあ次はいろんな工房を見たいと思うんですけれども、まずこちら、素敵なアクセサリーあるんですけれども、いや金細工ですね。次は木材ですね。Ooh, woodwork. Woodwork, yes. きれい。こちらは型があるので、紅型ですね。Being at the workshop. 本当にこういう素敵な。ぜひちょっと入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。本当に上品で綺麗な、これ淡い色ね。がとても素敵なんですけれども、こちら紅型のお店ですよね。はい、そうです。はい。さっきからねいろんな織物、染め物いろいろ見て回ってるんですけれども、これも紅型ですか？そうですね。表は裂き織りっていう織物なんですが、中の方にはい紅型を入れてみました。はい。ここで作っています。綺麗ですね。ありがとうございます。ショール。はい、そうですね。シルクのショールで、はい。触り心地が。ブックカバーですね。紅型の特徴って何ですか？やっぱり型を使ってることですか？そうですね。型紙を使ってそこにお米でできたペーストをのせて、で色が染まるところと染まらないところを作った上で。それでデザインを決めてるんですね。少し見せてもらってもいいですか？はい。こちらが紅型で使っている型紙になります。で、この型紙をですね、布の上に乗せまして、今ちょうどこの模様が重なりますよね。重なりますよね。この型の上からすぐに色を塗るのではなくて、一度この上からお米でできたペーストを塗ります。模様がこの、ペーストによって表されるわけですね。ペーストが乗らなかったところだけが模様が残るっていうことですよね。はい。でそこから残ったところに絵の具で色を入れてつけて、で最後そのペーストを落とすとこういうのが出来上がる。洗い流すっていうことですね。そうですそうです。いいですね。紅型のこといろいろわかりました。ありがとうございます。次はこちらで藍染めになります。玉井工房さんにね、今日ちょっといろいろ説明してもらいますので、ちょっと入ってみましょう。Après vous, mademoiselle。いや素敵な。やっぱ藍染めといえばこの綺麗な青ですね。よろしくお願いします。今日いろいろ説明をお願いしますけれども、まず僕のイメージで藍染めといえば色とか雰囲気的に全部藍染めかと思うんですけれども、一番これかな。これショールですか？はい、ショールになっております。Is that a scarf? Yeah, it is a scarf. いいですね。この独特な青のいろいろグラデーションとかがあって、これはまさにザ藍染めという感じですよね。はい、こちらもなんかすごく綺麗な青とかより濃いものとかがあるんですけど、
これも藍染めですか？そうですね。こちらの方は生地を染めて藍色に染めてるんですけれども、こちらの場合は糸を染めて手織りで織ってるっていう作品になりますね。あ、なるほど。藍染めってもういろんなブルーのニュアンスは出せて、あと染める部分染めない部分とか、で織物でまた模様を作れたりとかすると考えると計り知れない数のパターンが作れるんですね、同じ青でも。はい。そもそもこの藍染めのこの綺麗な青を出す原料となるものって何ですか？琉球藍って呼ばれている植物がありまして、はい、琉球藍っていう植物。はい、僕は本部の方で栽培をして染料作りをしてるんですけど、琉球藍って呼ばれる植物があって、その葉っぱは年に2回収穫の時期があるんですけれども、収穫した葉っぱをそのまま水に浸す。で水に 2,3 日ぐらい浸すと、こうやって葉っぱから色素がどんどん抽出されていくんですけれども、その抽出が終わると葉っぱを取り除いて、残った抽出液に、すみません、消石灰ですね、消石灰を加えてかき混ぜる。はい、攪拌するとどんどん緑色だったやつが青色に変わってきて、インジゴ色素がここで初めて生成される。でそれを、時間を置いて、そうすると分離していくんですよね、水と色素が。で色素は消石灰と一緒に発酵みたいな感じですかね。そうですね。で下に溜まっていくので、余分な水分をどんどん除去していって、最後にこうやって泥藍って、沖縄では泥藍で、一般的には沈殿藍って呼ばれるんですけれども、この染料を作って、これが藍色の元になっているっていう。なるほどですね。これは体験とか？そうですね。これは絞り染めで、体験でできる絞り染めで、こちら側が型を使った型染め技法になります。じゃあ最終的にこれがそうですか？この液体染めるための。はい。なんかすごい匂いしますね。なんか藍染めのいろんな勉強になったので、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日はね、沖縄工芸の森で沖縄のいろんな伝統、工芸を見てきたんですけれども、見回ったんですけれども、どうでした？もうすごかったですね。もう一つの場所で全部見れる、ほとんど全部見れるっていうのがもうなんかめっちゃ便利っていうのもそうなんですけど、もうすごくなんかもう家族が沖縄に来たら絶対この場所に連れて行ってあげます。この沖縄の文化から生えてるいろんな伝統工芸といろんな工房がここで森を作ってるっていうイメージがすごい伝わってきて、もう鮮やかないろんな色、いろんなものがもう全部すごい豊富な、もう文化的に豊富な森にもう見えてきました。ぜひ沖縄に来たこの沖縄工芸の森で、沖縄のもう本当に豊富なたくさんの文化を味わいに来てください。それでは See you シーサー。いや、沖縄工芸の森、見て学んで体験できる本当充実した施設ですよね。まさに沖縄の工芸がもう丸ごと楽しめるという感じで、また作り手さんの実際に作業している様子だったり、作り手さんの思いを聞くことができるっていうのもすごく貴重ですよね。また異なるジャンルの職人さんがたくさんいるので、私が前伺った時はこのいろんなコラボレーションとかアイデアが生まれて、そこから新しい作品を生み出しているっていうこともね、お話伺いましたよ。いや、ぜひ皆さんも沖縄工芸の森で素敵な体験、そして沖縄工芸触れてみてはいかがでしょうか。さあ次回はプチ沖縄プラスで、バンソンさんとクリスタルが染め物体験をしたということです。バンソンさんは藍染め、そしてクリスタルは瓶型にチャレンジ。さあどんな作品ができたんでしょうか。お楽しみに。バンソンさん、クリスタル、今日もありがとうございました。今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよたしくうにげーさびら。うんじくみそうりよ。